皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？もうね、日本はやばすぎです本当に何がやばいかって暑すぎます。6月の中旬ぐらいから35度を超え出して、もう最近では毎日のように35度ぐらいあります。それでただ暑いだけだったらまだなんとかなるかもしれません。しっかり水を飲んでできるだけ涼しいところにいるようにしてってやると、夏を乗り越えることもできるんですけど、それ以上にもっとやばいのが異常気象です。最近はもう本当に異常気象。普通のような雨が降るとかそういう天候ではなくて、急に大雨が降ったりとか、台風とかもっと規模の大きいものになっていたり、そういう自然災害がたくさんあります。7月の初め頃に特に関東地域で大雨が降って洪水になったり、マンホールが吹っ飛んで、地下から水が大量に噴射したり、そういう本当に大変なことがありました。もしこれを聞いてくださっている方の中で関東地域に住んでいる方がいましたら、もう本当に皆さん大丈夫でしたか？とりあえず本当に皆さんが無事で直接的な被害が何もなかったことを願います。これからも大雨はたくさん降るだろうし、台風も来るだろうから、そして熱中症もね、いろいろ気をつけていかなければならないことがたくさんありますが、皆さん日本に住んでいる方は頑張ってね乗り越えていきましょう。ってことでなんですが、今回のテーマは地震です。災害の話ばかりになってちょっと今回は暗めのエピソードになってしまうかもしれませんが、日本に旅行に来るにあたって、日本に住むにあたって絶対に知っておかなければならないことかなと思ったので、今回はそれをお伝えできればと思います。地震について話してほしいというコメントをずっと前にいただいていて、ずっと作ろうと思っていて、やっと今回地震についてお話ししていこうと思います。そしてコメントくださり本当にありがとうございます。それで今地震についてのエピソードを作ろうって思った理由があって、それは7月5日にとある漫画で日本に大地震が来るという予言がされていたみたいです。そしてそれが SNS で広がって、実際に旅行をキャンセルするという人もいたみたいです。知り合いで空港で働いている方がいるんですが、土曜日はいつも忙しいけど、7月5日の土曜日は確かにいつもほどの忙しさはなくて、いつもより人が少ないと感じたみたいです。だからその日の旅行客は、いつもの土曜日と比べると本当に少なかったのかなと思います。で、幸いにもこれはデマで終わって、7月5日に大きな地震が来たっていうことはなかったんですけど、こういうね、デマみたいなものは正直、あるっちゃあると思います。でもそういうのに毎回怯えて、毎日ビクビクして、生きるわけにはいかないじゃないですか。なのでちゃんと正しいことを知ってもらって、できる対策はしておいてほしいなと思って、今回このエピソードを作ろうと思いました。現在分かっていること、日本の気象庁、日本のその公式的な場所が言っていることは、現在の科学的知見では日時と場所、大きさを特定して地震を予知することは不可能。そのような予知の情報はデマと考えられる。日本の気象庁というその公式的な、方たちが言っていることです。今現時点での正解は、地震はいつどこで起きるかわからない。これが正解です。歴史を見ればわかることもあります。こういう周期で地震が起きているなみたいな、そうわかることもあるんですけど、いつ何月何日に起きるっていうのはまだ断定できるほどのその科学的知見はないです。地震がない国や地域に住んでいる方は、そこにいる限りは人生で地震を経験することはないかと思います。ですが日本に旅行に来たり、または将来日本に住むことになるかもしれないし、ということで地震についての
知識は知っていて損はないかなと思います。なので今回はその今後来るであろう地震についてと、あとは皆さんができる対策、知っておいた方がいいことについてお話ししていこうと思います。ではまず簡単になんですが、なぜ日本でこんなにたくさんの地震が起きるのでしょうか。その理由は日本列島が、この日本の島が4つのプレートの上に位置しているからです。で、地震っていうのはそのプレートの境目でよく起きます。ってことはですよ、その4つのプレートがあるってことは4つの境目があるってことですよね。なので日本でたくさん地震が起きるってわけです。プレートの境目が一つもないっていう国と、プレートの境目がたくさんある日本比べると、そりゃ地震の数も違ってくるわけです。で、日本で小さい地震だったら、地震が起きることは本当に日常茶飯事です。で、地震、震度2とか震度3ぐらいの地震だったら、地震か、ちょっと揺れたなぐらいで終わります。そして特に日常生活に支障は何もないです。で、地震が起きることは日本人でも地震に慣れている方でももちろん怖いと思います。私もそうです。めっちゃ怖いです。そりゃないに越したことはないです。建物は倒れるかもしれないし、上から何か降ってくるかもしれないし、電車の中とか新幹線の中で長時間閉じ込められるかもしれないし、地震が起きていい思いをする人はいないと思います。でもそんなことにいちいち反応していたらもうね、日本では生きていけないので、できる対策をしっかりして日常生活を送るっていうのが一番大切だと思います。ではまず一つ、今後来るかもしれないと言われている大きな地震があります。それは南海トラフという地震です。で、なんでこれがやばいかっていうと、2011年に起きた東日本大震災、この地震を経験した方、または記憶にある方も多いかなと思うんですが、この地震よりも次来るであろう南海トラフという地震は大きいと予想されています。だから、結構ね、デマが出回ったりとか、本当に怖いって思う方もたくさんいると思います。で、ここで一つ矛盾ですよね。さっき地震はいつ来るかわからないって言ったじゃん。なんでその予想されてるのってなるかもしれないんですけど、それは歴史を振り返ると予想できなくもないっていうことです。まず、いつ南海トラフの地震が起きるかというと、今後40年以内に 90% の確率で南海トラフ地震がやってくると言われています。で、人間の寿命が80歳としたら、今40歳以下の方だったら生きている間に多分ほぼ全員この南海トラフを経験することになります。もちろん日本に住んでいたらの話ですけど、そしてなぜ40年以内かというと、ここで歴史を見れば分かってきます。南海トラフという地震は約100年から150年ごとに発生している大地震です。前回の南海トラフ地震からの時間経過を考慮すると、次の大地震が近い可能性が高いとされています。前回の南海トラフが1946年に起きた昭和南海地震で、これが今から79年前になります。そのもう一つ前が1854年に起きた地震になります。これが1946年から考えると92年前に起きた地震ということになります。そしてその前の地震も約100年から150年の周期で起きています。そして今から300年前ほどに起きた南海トラフの地震では富士山が噴火しています。そしてそれ以降富士山が噴火していないので、今回この40年以内に来ると言われている南海トラフでは富士山が噴火するかもしれない、その可能性があるかもしれないという、予想もされています。地震の規模も大きい、津波も来る。そして富士山が噴火するとなると、これがどれだけ大きな被害を日本にもたらすかが簡単に想像できるかなと思います。なので今日本に住んでいる方、今後日本に住み続けたいと思っている方は、もちろん毎日怯える必要なんかないし、毎日地震のことを心配しながら生きている日本人はほとんどいないかと思いますが、
絶対にきちんと対策はしておいた方がいいなと思います。なので皆さんができる対策や気をつけておいた方がいいことについてお話ししていきます。日本に旅行に来る方で1週間の間とか、2週間、1ヶ月ぐらいとか長くても、その旅行をしてる間に地震が起きる可能性って少ないですよね。なのでそういう方は、例えば自分が旅行する場所、そこは海に近いのか山に近いのかとか、もし地震が起きた時に、避難所っていうみんなが集まる場所があるんですけど、それは近くにあるのかなど、そういうのを一応確認しておくと、旅行をしている際もパニックにならずに大丈夫かなと思います。では、旅行ではなく日本に長期滞在する方、日本に住んでいる方が気をつけておいた方がいいことは、まずは皆さんが住んでいるアパートとか建物の築年数を確認してみてほしいです。築年数っていうのは、そのお家が建てられてから何年経っているかということになります。1981年の6月1日以降に建てられた建物だと、震度6の地震が来ても一応建物は崩れないという方法で家が建てられているはずです。なので皆さんがアパートを借りるときとか家を買うときに、その家がいつ建てられたかっていうのは一番簡単に確認できて、少しは安全性を保たれているものかなと思います。そして築20年以内のものだったら基本的には一番最新の耐震基準を満たしているものなので、特にアパートを借りる際にこういったところ気をつけてもらうといいかなと思います。で、最近よく SNS で日本の田舎にある古い古民家を買ってちょっと中をリフォームしてそこに住むみたいな、そういう動画をたまに見たりするんですが、そこでたまに思うのは、確かに古民家もめっちゃいいけど耐震性大丈夫って思ってしまいます。もちろんね、リフォームをきちんとして新たに柱とかで補強したりして、いろんなね、やり方があると思うので、そういった感じでちゃんと補修工事、耐震性を上げるそういう工事をしていればいいんですけど、そういうことをとにかく気にせずに、ただ内装、家の内側をきれいにするみたいな感じの工事で終わっているだけだと、地震が来た時には崩れてしまう可能性があるので、その家が一番最初にいつ建てられたか、そして古い場合でももちろんね、工事をしている場合があるので、そういう工事をされているかっていうのを気をつけてみるといいかなと思います。次、気をつけておくこと。これも日本に住んでいる方に向けてになるんですが、日本人からしたらもう本当に当たり前みたいなことなんですけど、大きな家具は地震が来ても倒れてこないように固定をしておくということです。日本は地震が多いので、家の中の家具とかを支える地震対策グッズみたいな、そういうものがたくさんあります。例えば食器棚とかが倒れてきて、お皿とかコップとかグラスが床に散らばったらめっちゃ危ないじゃないですか。なのでそういう食器棚が倒れてこないようにするグッズだったり、地震が来てもドアがパッて開かないようにするグッズだったり、そういうものがたくさんあります。そういうものでその地震が来ても大丈夫なようにしておくっていうのが一つあるかなと思います。で、これは先ほども言ったように日本に住んでいる方、旅行に来る方、皆さん共通なんですが、もし地震が起きたら自分は今海からどのぐらい離れているか、これは津波の対策になるんですけど、海からどのぐらい離れているか、またはその皆さんのアパートとか周りに高い建物があるかっていうのを確認しておくといいと思います。津波が来ると遠くに逃げようと思っても津波の方が早くて飲み込まれてしまう可能性があるので、とにかく高いところ、もう上逃げるっていうのが大事になります。なのでその皆さんの住んでいる階がね、もう10階20階建てで私は20階に住んでいますっていう方だと大丈夫だと思うんですけど、小さいアパートで1階とか2階に住んでいるっていう方は、近くに高い建物があってそこにすぐ入れるか逃げられるかっていうのを確認しておくといいかなと思います。あとはこれももう今すぐできることなんですけど、
防災バッグみたいなのが売ってあって、それを買うっていうのも一つかなと思います。地震が来た時って多分もうめっちゃパニックになって、うわ、なんかお水持って食料入れて着替えとか持ってみたいな、そんなことをしている時間はないじゃないですか。なのでもう事前にお水とちょっと食料を入れといて、防災グッズなどを入れておいたカバンを玄関などに用意しておきます。でそれがもうセットで売られています。なので自分でやるのはめんどくさいっていう方は、そういう防災グッズみたいなのが入ったバッグを買うといいかなと思います。でもそれを玄関にとりあえず置いておくっていうのも本当に一つ、今すぐできることかなと思います。では次、実際に地震が起きたらどうすればいいかですよね。まず、お家にいたりどこかにいて地震が起きたら、頭の上に何か落ちてこないように机の下に隠れたり、窓や家具から離れて安全な場所にいるようにしてください。これがもう本当に揺れているとき、その瞬間にすべきことかなと思います。で、地震の揺れも、10秒ぐらい続いたり、30秒ぐらい続いたり、その地震の規模によっていろいろあるかと思いますが、その揺れが一旦収まったら、外に出ることをお勧めします。その建物がね、必ずしも安全っていうわけではないし、あとは火事だったり何か違うことが起きているかもしれないので、一旦外に出て安全が確認できるまで、外で待つことをお勧めします。そしてね、地震が起きた時に SNS とか見がちだと思うんですけど、SNS はやっぱりフェイクニュースなど、そういったニュースが必ず飛び交っていると思うので、SNS などではなく、きちんと日本の公式のところから出ている情報を確認することをお勧めします。あと、この時に津波が来そうだったら、とにかく高いところへ避難する。地震だったり災害が起きたらここに集まりましょうみたいな場所が必ず各地域にあるので、そこに避難するといいかなと思います。地震は絶対に起きてほしくないですけど、もう日本にいる限りは日本のどこかでいつも地震が起きていると思ってもらえるといいかなと思います。そしてその怯えながら旅行する、怯えながら生活するではなく、きちんと対策をして正しい知識を持っておいて、普段の、生活だったり旅行を楽しんでもらえたらなと思います。今回は地震についてお話ししてみました。地震についての知識はね、本当に言えばめちゃめちゃ細かいこともたくさんあります。そんなにね、詳しくしてもって感じだと思うので、とりあえず簡単になぜ日本では地震が多いのかとか、今後どういう地震が来ると言われているのか、あとは簡単に皆さんができること、気をつけておいた方がいいことについてお話ししてみました。地震がよくある国に住んでいる方だと当たり前だと思うし、地震がない国に住んでいる方だったら別に全くいらないっちゃいらない情報にはなってしまったかもしれないんですけど、日本では本当によくあることなので、日本語の練習として聞いてもらえればなと思います。で、日本は地震大国でどうやっても避けることはできないので、これは事実として日本ではたくさん地震があるっていうことを知ってもらって、できる対策をしっかりして、デマなどに惑わされずに、皆さん本当に旅行を楽しんで、日常生活も楽しんで、過ごしてもらえたらなと思います。この40年以内に来ると言われる地震も、もしかしたら私たちが生きてる間には来ないかもしれないし、わからないっちゃわからないので、本当に対策だけをしっかりしてやりたいことをやって後悔ないように生きていけばいいのかなと思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこの動画をこれからも作り続けていくための応援だったりサポートをしてくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップに入っていただけると本当に嬉しいです。お待ちしております。そしてすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのサポートのおかげで
こうやってポッドキャストを続けることができています。本当にありがとうございます。これからも動画を作っていくので応援していただければと思います。またこんな動画についてやってほしいみたいなアイデアがありましたらいつでもコメントで教えていただければなと思います。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。